もちろん音っていうよりね、何と言いましょうかね。初め言ったようにぶつかったという思いがあったのね。何か大きなものに。どんぐらい、どんなんちゅうもんじゃなかったですね。やっぱり、すごかったですね。しかも、魚雷はぶつかって外する。しかも、魚雷っていうのは、凄さは、大砲なんかと違って、火薬の塊ですもの。それは大きかったですね。響きっていうかね、音よりも響きの方がやっぱり大きかったね。だけど、でもなおかつ沈むなんて考えてもいなかったもの。全然。やがて沈むだろうと思った時から震えが来るわけ。私は4時まで確かなバカな話聞けながら、そうかなと思いながら聞いてるわけね。で、4時になって交代時間だって言って僕はレシーバーかけて地震計の前に座った。だけれどもね、なんだろう、地震計が倒れてきそうなのよ。倒れてこないですよ。みんな固定されてるんだから。船が揺れするために倒れてきちゃダメだからね。勝手に固定されてんだよ。なんとなくこうやってね、地震計を押さえながら。で、何をじゃあやってるかっていうと、当時日比谷の公会堂から時事通信社が新聞放送をやってたね。モルツで新聞の記事を。それで同じ記事を1日4回ぐらいかな、放送していたんですよ。もちろん、トンツーだけども、手で言ってんじゃないですね。機械がちゃんと流してくれてる。ふんを切れだしね、受けやすいんだけど、同じ前にすでに2回か3回、もう前のやつも受けたのかな。とにかく私が当時に着いた時、6時かな、6時間の放送を2人で受けるんですよ。1人だとね、1人だと間違いから。それでカタカナで受けて、そして誰かが字のうまいやつがちゃんと漢字に直してくれる。で、通信帳まで上げるんだけど、もう上の空、それも上の空。4時に到着に入って2時間で、6時かな、朝の6時過ぎに私は到着が上がったんだな。で、到着上がってから、しばらく経って、8時頃までそこにいたんだね、通信室に。そのうちに朝食が配られた。朝食っていうのは乾パンだけ。乾パンだけ、2枚か3枚配られたのかな。普通ならば誰かに食うんだけどね、美味しいから結構。ところ食いなかったね。食いなかったです。それで食わないで、8時頃だったと思いますが、手すきのものを上甲板に集まりっていう館内放送があったんですよ。その手すきだから。乾パン食えないで手すきになってたから。それで、何人かと同僚たちと、怒り乾パンって一番前の方に結構広い、場所があるんですよ。それは何かっていう怒りの鎖がだったらね、前に光があって、これ知らんのになると、怒りの輪っかの太さなんて、ものすごい太いやつが、怒りが2つあるから。その甲板は広い。非常に広いですよ。大和だったらそこに大砲があると、ね。白の場合は大砲なくて、上に飛行甲板があって、飛行甲板の下になってるっていうのが広場になってる。そこまで行くんですよ。結構遠いんです、それが。白の場合ね、我々通信室は環境の下じゃありませんけど、環境と同じ位置に
あったんだね。あれもっと左舷側にあった。環境は上にあるんですよ。右側に。だけど我々いたところは右舷の中央。通路がまっすぐある中の中央部分にいたと思うんですね。で、そこから5、6人で通路を追ったとき、一番最初に遭遇したのは、あれだね、この鉄板の下っていうか、通路の下で天井を叩くね、何人かの音。それは、初めは分からなかったんです、我々は。行ったら、そこに4、5人が、兵隊が立っていって、待っているっていうか、で通路、壁を背にして、で、聞いたんでどうしたんですかって言ったら、ここに人がいるんだと、兵隊がいるんだと。で、我々も止まってみたんですよ。で、やっぱり天井を叩いてる、川が叩いてる音がする。で、どうしたんですかって聞いたら、下に水を止めるために部屋を閉めに行くわけですね。それを、まだ慣れてないのよ。みんな訓練してないから、そんと。普通は区画を閉めに行くとき、閉めるっていう印をつけて入ってくるわけだよ。それがないから、次に行ったのが、その区画を閉めてしまうんですね。開いてると思って。そうすると、内側から開かないんですよ。船の区画っていうのは、まさに区画ですから、水を止めるためのやつですからね。大変な、持ってこう、進みますので、簡単に開かないということで、閉じ込められたということじゃないでしょうかね。この辺は、私もあんまり詳しいことをわからないですが、多分、そして、泳ぎながら天井を叩いたんじゃないかな、とは思いますけどね。で、通路を通って、格納甲板に上がったんですよ。格納甲板ってのは、まず飛行甲板があって、その下が格納甲板があって、その下に上甲板があるんです。で、上甲板に我々の通信室であるとか、対する兵員室とか、そういうのが上甲板にあるんですね。その上甲板の通路を通って、階段は途中から上がると、格納甲甲板に出るんですよ。飛行機積んでませんでしたので。で、格納甲板にたどり着いたとき、やっぱりやばいと思ったんですね。だって、格納甲甲板までものすごく高いんですよ、水面から。にもかかわらず見えるんだもん、海が、波が。これやばいと思いましたね。これは沈むんじゃないか。その頃からもう船が止まり始めた。速度がなくなって、これは死ぬんじゃないかっていう思いはありましたね。格納甲板、鉄板ですから、何もないですからね、向こうまで。滑るんですよ。だから、両側にチェーンがこう張ってあるんですよ。そのチェーンっていうのは、外せるようになってるのね。バッと外して、逃げるとき、海に逃げるとき、外せば、チェーンが、つながるんですよ。それで捕まって、もう5、6人ずつ前に、もうその頃から、寒さもあったし、海だからね、そんな寒さもあったし、食事もしてなかったし、乾パン食ってなかったから。で、そんなことあって、震えていましたね。かなり、もう、話できなかったね。話すると歯がカチカチになる。何しに来たかっていうと、ご支援っていうのがあるわけ。総員退避と飛び込んだんですね。